皆様、本日はですね、こちらのピーマンと納豆ですね。こちらが主役になる、やみつきピーマン焼きとやみつき納豆だれ、作っていきたいと思います。やみつきピーマン焼きはね、ほんとね、あっという間に作り終わるんですけど、出来たてを食べたいので、まずはね、やみつき納豆だれ、こちらからね、作っていこうかなと思います。とっても簡単で美味しいよ。まずは万能ネギですね。こちらをカットしていきます。まあね、カットするのがね、めんどくさいっていう方はね、普通にスーパーに行けばこういうのが売ってるんで、こちらも大丈夫です。ただこっちの方がやっぱり大量に作れて安いので、まとめて切って保存した方がいいですね。はい、こちらを、半分にカットして、まとめたら、ちっちゃいゴムがね、もともとついてるんで、こちらもう一回締め直して、こんな感じでね、締め直して固定して、カットしてあげた方がいいです。こんな感じにカットできたら、お好み量なんですけど、使う分だけ分けて、あとは残り僕は冷凍して、使いたい時にお味噌汁に入れたりとか、もういろんなね、料理に使ったりします。保存はね、冷凍がおすすめです。余ったやつはね、こんな感じで袋に入れて冷凍しておきます。では続いてこちらですね。軽く水洗いして、水気を切った大葉ちゃん5枚です。大葉ちゃん5枚のここの部分だけ取ってあげて、あとは丸めてカットするだけです。やっぱこのね、大葉の風味入るとね、めちゃくちゃうまくなりますよ。細切りにしたら、もうこれもボウルの中にネギと一緒に入れてください。そうしたら、納豆ですね。こちらを2パック入れます。付属のタレも使うんでね、こちらも残しておいてください。はい、じゃあ納豆入れます。納豆はね、僕はね、普段ね、大粒なんですけど、こういうタレっぽく使う場合は、小粒使うことが多いです。そしたら、付属のタレと、からしもね、全部入れます。もうね、このタレね、めちゃくちゃうまいから。今回はね、漬けだれとして使うんですけども、普通にご飯の上に乗せて食べても美味しいですし、この季節だったらね、そうめんとか、冷凍うどんのね、上に乗せてもすごく美味しいので、たくさん作っといた方がいいと思います。そしたら、味付けしていきます。まずは、こちら、ごま油。こちらを小さじ1。これでね、風味とコクがプラスされて、やみつきになります。で、続いてこちら、ポン酢。お好みのポン酢でいいんですけど、だし入りの方が個人的なおすすめ。こちらを小さじ2。そして、こちらはお好みでいいんですけども、おろしニンニク。こちらは小さじ2分の1。こんなもん。これをね、入れると入れないじゃね、全然やみつき度合いが変わるんで、ぜひぜひ入れてみてください。そしたら、あとはかき混ぜるだけです。でね、僕はね、納豆に生卵入れるのがあんまり、得意じゃないんで、入れてないんですけど、卵好きな方は、ここに卵1個入れてもいいと思います。で、薬味が好きな方はね、ここにね、みょうが入れてもすごく美味しいですよ。で、パンチ効かせたかったら、さらに豆板醤少し足したりとか、あと唐辛子足しても、夏にはすごいぴったりになると思います。とりあえずベースのやみつき納豆だれはこれで完成です。では続いて、やみつきピーマン焼き作っていきたいと思います。まずは、ピーマンですね。ピーマンは、ここのヘタの部分、ここをちょっと薄切りに、こうカットしてあげて、例えばこんな風にカットできたやつは、このまま普通に細かく刻んで一緒に使えるんですけど、たまにちょっと薄切りになっててもこうやって、このヘタの部分がついてきたら、ここはね、ほら、ちょっと触るだけで簡単に取れるんで、こんな感じにして取ってあげてください。あとはね、ピーマンの中身くり抜いて、さっと洗います。
こんな感じにね、中身くり抜いて綺麗になれば OK です。で、中にね、少々ね、種が残ってても、それは食べられるんで、気にしないでも大丈夫ですし、中身もね、一応食べられるんで、栄養全部逃したくないよっていう方は、使ってもいいと思います、そのまんま。まあ、ただもうちっちゃい子がね、食べるとしたら、それはね、苦味になるんで、ちっちゃい子も食べるよっていう場合は、くり抜いてあげたりとか、あとやっぱ歯触りもね、気になるんで、くり抜いてあげてもいいと思います。では、カットしていきます。もう、簡単。普通に細切りにするだけです。で、これだとちょっと僕は長いと思うんで、半分に、細切りにしたら半分にっていう感じでやっていきます。いや、今回のピーマン料理はね、ちっちゃい子もね、絶対大好きだと思うんで、ピーマンが苦手だっていう方にもぜひ挑戦してほしいですね。で、この頭の部分は適当に細かく刻んであげてください。そしたら、ボウルに入れておきます。続いては、ウインナー。こちらをカットしていきます。ベーコンとかハムとか、あとちくわだったりとか、かまぼことか、何でもいいんですけど、ちょっとお肉感のあるのが入ると美味しいです。ただ、個人的におすすめなのはやっぱウインナー。ウインナー入るとやっぱ味がね、しっかりもう入ってるっていうのもあるし、ちっちゃい子はね、ほんと大好きだと思います。お弁当に入ってたら嬉しいよね。じゃあこちらもね、適当に細かくカットします。これね、包丁で今回細かくカットするんですけど、ちぎってあげてもいいですよ。細かく。こんな風に4等分にカットしたら、あとはもう細かくカットするだけ。はい、こんな感じにね、細かくカットしたら、これもね、ボウルの中に入れます。では、味付けしていきたいと思います。まずはこちら、めんつゆ。3倍から4倍濃縮のやつです。こちらを小さじ2分の1。続いてこちら、おろし生姜。こちらを小さじ2分の1。同量のおろしニンニク。で、さらに同量の豆板醤。小さじ2分の1ですね。はい、こんな感じで入れます。辛いのが苦手っていう方はいつも通り普通のお味噌でもいいですし、代用品はコチュジャンで大丈夫です。でも今回のこの小さじ2分の1ぐらいだと、ほんとちょっとピリッとするぐらいで、全然辛くないので、ちっちゃい子も食べれると思います。で、続いてこちらが、前回大好評だった隠し味、ナンプラーです。で、前回ね、食べていただいた方はね、多分すでにご存知だと思うんですけど、ナンプラーってちょっと癖があるんですけど、前回の料理と一緒で、今回も入ってるか入ってないかってわかんないような感じになるぐらい、本当に癖がない料理になってるので、ぜひ試してほしいんですけど、でもどうしてもね、やっぱり一番最初使う時に、独特の香りがするんで、そういうのが苦手だっていう方は、代わりに醤油でも大丈夫です。こちらを小さじ1。ただ、ナンプラー入れるとやっぱね、味のね、深みがね、全然変わるんで、ぜひ、挑戦してみてください。はい、小さじ1。そしたら、軽く混ぜます。で、今回ね、納豆だれも作ってるんですけど、これ自体に結構味がしっかりしてるんで、納豆だれがなくても十分美味しく食べれられるから、試してみてね。OK。いや、もう香りがもう、めちゃくちゃいい。じゃあ、いい感じに混ざり終わったら、こちらですね。片栗粉。こちらを大さじ2入れます。すり切りね。すり切り大さじ2。で、最後軽くブラックペッパー。そしたら混ぜます。さらに。粉がね、全体的に回るように。こんな感じでね、いい感じに混ざったら、あとは焼くだけです。では早速焼いていきたいと思うんですけども、強火で OK です。強火にして米油、ヘルシーになるんで米油を使います。普通の油とか、あとごま油でも OK ですよ。あとこちらチーズ、とろけるチーズ、こちらもね用意しておいてください。ではいい感じに温まってきたら、
薄く伸ばして上にチーズ乗せます。チーズのねコクとね香ばしさもプラスされるんですけど、つなぎの代わりにもなるんですよね。わかるかな、外側のところがこういい感じの焼き色になってるのわかるかな。こんな感じになったらもうひっくり返します。いきます。完璧。多分ね両面ほんと1分1分ぐらいかな、焼く。そんなね長くないからね。暑い時期でもそんなに熱くならず作れるんでおすすめですよ。いい感じ。チーズ側はこんな感じですね。こちらでやみつきピーマン焼き出来上がりです。あとはねやみつき納豆だれをかけて早速実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。乾杯。乾杯。本当はもうそこやっぱこうじゃん納豆好きじゃん、納豆かけてもらいたいんだけど、やっぱそのままの味もすっごく美味しいから、こっちね。ではちょっといただきます。パリパリ言ってる。どう？うまい。いい顔するね。うまい。でも知ってんな、これうまかったな。うまいよね。うまみが強い。もうサクサク感がたまんない。サクもちだよね。ね、いい。じゃあちょっと納豆いき。納豆いきってなんだ。いただきます。いい顔。うまい。やばい。納豆好きにはほんとたまんないと思う。もうなくなっちゃうよ。いいよいいよ、全然。ほんとピーマン食べてるのっていうぐらい、ピーマンの苦味はほとんど感じないからめっちゃうまいと思う。納豆と一緒に食べたらもう本当に感じない。マジでうまい。めっちゃできるけど。マジでうまい。居酒屋で出してくれたら 100% 頼むよね。届いてるかなこのサクサク。やっぱチーズのこの香ばしい感じもたまんないね。でサクサクなんだけどピーマンもシャキシャキしてるから、食感がすごいいいとこ言ってくれたね。うまい。あとあれかな、やっぱ大葉入ってるから一緒に食べてすげえ納豆しっかりするんだけどあっさりしてる感じ。あとポン酢も入ってるからね。あ、ポン酢も入ってるんだ。そうということで本日はですね、混ぜて焼くだけでとっても簡単にできるやみつきピーマン焼きとやみつき納豆だれを作らせていただいたんですけども、もうね、もう見ていただいた通り食べるのはマジであっという間です。作るのも簡単なんですけど食べるのもあっという間で、このねやみつきねピーマン焼きがね、ほんとピーマン苦手な方にはマジで最高のごちそうになってると思います。ピーマンのねその苦味っていうのはほとんど感じないし、なのにシャキシャキ感とかが残ってたりとか、あとはねやっぱりチーズのコクだったりとか、僕がね自信持ってお届けできるこの味付けがね、本当に美味しくなってるので、納豆だれがなかったとしてもめちゃくちゃ美味しいです。なのでお子様のねお弁当に入れたりとかそういう風にしてもいいと思いますし、前回大好評だったナンプラーも入ってるんで味に深みがすごいんですよ。そちらもねぜひね堪能していただけたらなと思います。あとは納豆だれ、美味しいね。これね本当にね納豆好きにはたまらない味付けになってると思うので試していただけたらなと。今回のその2つはそれぞれ別々でもめちゃくちゃ美味しいので、やみつき納豆だれはご飯にかけてもご飯でいいと思うし、あと俺たちはさ大粒とかが粒が好きだけどさ、引き割りとかにしてもまた変わって美味しいだろうしね。今回は小粒にしてるんですけど大粒にしてないんですね、わざわざ。タレっぽくしたかったんで小粒だったりとか引き割りとかそういうちっちゃめの豆の方が多分おすすめかなと思います。ただ一緒にもう食べてもらえたら、マジで相乗効果がとんでもなく美味しくなってるし、あとはヘルシーだしね、体にもめちゃくちゃいい料理になってると思いますので、海外の方も含めてね、そうだね、皆さんにね、試していただけたらなと思います。ということで、本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。